なたが普通はダメだと思われてたのが、実はポンと良くなっちゃうとか。いや、あるのよ。あるんだな。眼科医の入松です。今日はあなたは大丈夫だよ。そして奇跡の治り方についてお話ししようと思います。目の病気とかに限らずですね、いろんな病気って一応いろんな、科学があって、こういう治療方針だ、なんだっていうのがあって、ほとんどの患者さんはそれに当てはまって、経過をたどっていくわけです。ただし、一部の患者さんはそうではないことがあるんですね。もう、さすがにもうダメだなと思ってた人が突然良くなってしまったりだとか、もうだんだん悪くなるしかないですよと多くの医師に言われたのに、あれなんかさっぱり悪くならなかったねっていうことで、もうずっと見えてるっていう人がやっぱいらっしゃるんですよ。なんでって言われるんですけど、それが誰にもよくわかってないっていうところなんです。もちろん、そもそもの医学の見立てが 100% じゃなくて誤診だったんじゃないのっていう可能性も否定はできません。ただしそれは一人の医師ではなくて何人かが見てもやっぱりそうだったってことがあるわけなんですよね。つまり、今の医学が解明できていることって、もちろん多く解明できていることはありますよ。でも、できてないこともたくさんあるんですよ。ってなってくると、そのできてないことの中に、いい種と言いますか。実はあなたが大丈夫。劇的な V 字回復だとか、はたまたどんどん悪くなってたらいつか止まるとか、そういうようなことが起きる可能性が十分あるんです。こういう話をすると医者からは、なんかそんなね、こういう夢物語みたいな話は患者にするべきじゃないと言われることもあります。確かに、そういう面はゼロではないです。なぜかっていうと、この話を聞いたから、私大丈夫だと思って適当に過ぎされる。これは良くないことですね。さらには、もしかしたらそのことがあるかもしれないから、その希望にすがって悪くなった時の準備をしないでおこう。例えば、失明のことなんて考えないで、例えば、杖をつく練習だとか、見えなくなった時のための食事の練習だとか、それってやっぱり見えなくなった時の練習でやりたくないな、嫌だな、なんかそれをやったら認めてしまうような気がするなと言って、やっぱ避けてしまう人がいるんですね。それは良くないのよ。それをしては欲しくないのね。だから、準備はするんだけれども、もしかしたらもある。このぐらいの気持ち。で、かといってもう一つ、ちょっと気をつけてほしいのは、なんか高額な、わけわかんないのに、頼りたくなる時があって、それはね、みんなあるのよ。それが、サプリメント程度で済むこともある。サプリメントだったら、数千円で済むよね。はたまたそれが、なんか特別な東洋医学的なアプローチみたいので、何万円とか、そういうので取られる方もいる。あとは、これは再生医療のなんか素晴らしいのですとか、なんちゃらで治ります。素晴らしいの。つって何十万とか、100万単位で取るとか。あと、よく僕の患者さんでいたのは、足から電気を流すことで目が良くなりますと言われて、100万取られて。で、いや、良くならなかったって文句言いに行ったら、そうですよねと。100万のあの機械は、実はそんな強くないんですと。今なら300万の機械がありまして、こちらですとあなたの目がきっと良くなると思いますって言って売られて300万の買って。で、良くならなくてって。こういう患者さんもいたんですね。お金もったいないよね。もちろんね、あなたが莫大なお金持ちだったら、300万ぐらい安いじゃないのって言うかもしれないけど、なかなかそんな人いないよね。莫大なお金です。だから、弱い状態の人を食い物にするような、そういう人っていうのも一定いらっしゃる。で、それがね、悪気がない時もあるのよ。つまり食い物にするぐらい、こいつからお金をむしってやれみたいな人だったらちょっと気づくじゃない。そうじゃなくて、善意でやってて、なんだけど効かない治療とか、気持ちだけみたいな治療が結構ある。なので、そっち系にも走っては欲しくない。余裕のある範囲内でやる分にはいいよ。余裕のある範囲内で。例えば、なんとかに無料でお祈りするとかね。特別な宗教に入るとかじゃなくて、そういう自分の中の信じるものにお祈りするとか。それはね、悪くはないんだよね。いや、そういう感じで。
やつだったらいいんだけども、ちょっとこう、どっぷりと、こう、危険な方向に入っていくのはちょっと気をつけていただいて。でも、こういうことさえ気をつけてやっておけば、すべてを諦めなきゃいけないわけではないんですよ。もちろん、現状も完全にって言ったら、それもね、ショックな部分もある。でもね、例えば、今あなたが完全に失明になっちゃった。もうどうしようもないんでしょ？思いますよね。そうでもないんですよ。今現状ある手術としては、光遺伝子治療、はたまた、網膜チップ。この2つの治療があります。この2つは、ほぼ失明の人が 1.0 とかいかないよ。0.1 もいかないよ。なんだけど、ちょっと見えるようになる。っていう治療なんですよ。そんな治療ないでしょ。思いますよ。だってほぼ見えない人だよ。が、光を取り戻すって治療だよ。なさそうじゃないですか。いや、あるんだよね。現実あるの。もちろんちょっと、なんていうかな。一般にみんなが使えるような額じゃないし、日本で一般化されてるわけじゃないし、海外でも一般化されてるわけではないんだけども、そういう研究レベルでは、あるのよ。で、日本でも今それが、いろんな研究が行われてるし、世界でもいろんな研究が行われていて、そのうち廉価、つまり安くなってきて、あなたの元に来るのは、そんな遠くはないと思うよ。50年かかりますかって、そりゃかかんないよね。っていう感じ。なので、ぜひぜひ、仮に光を失ったとしても、それを戻せるぐらいの治療がある。だったら、そこまでいかないぐらいだけど、見づらくなった場合に、治療をね、あるに決まってるじゃないの。あるのよ。で、もちろんそれが、今現状あなたにパッと使えるような治療ではないものはたくさんある。なんだけども、今後ね、新しいものが出てきて、それに希望を持っていけないわけないじゃない。もちろん、命がなくなってしまった人を、こう、復活させるような治療を望みますって言われると、それはなかなか厳しいんじゃないかなっていうのが、あるし、今のところなんていうかな、卵となる、つまり元となるような研究さえあんまりないのよ。亡くなった人が復活するみたいなのはね。申し訳ないけど、それは、無理だなって思う。けど、見えなくなった目を見える技術はもうすでにあるし、見えづらくなった目を多少見えるようにしてくるような技術も、今現状あるし、もちろんどちらも完璧ではないんだけども、あるのよ。であったら、あなたの今の状態を改善するのが、先々あるのを期待して、叶えられる可能性もある。だからこそ、なんていうかな、諦めないでほしい。なんでかっていうと、やっぱり目が悪くなって、それで人生をちょっと悪い方向に考えてしまって、最悪の決断をちょっと選択しようかなみたいな感じで考えられる方もやっぱり言っていらっしゃるのね。それはちょっと避けたいし。その場合はね、もう最悪のケースになった場合戻すこともできないから。だからこそ、自分で、体を大切にして、ちょっとでもね、良くしてあげて、現状をちょっとでも維持することで、将来ね、そういうものが出てきた時に、あの時先生が言ってたのってこういうことだったのっていう風に、きっとなると思います。そうしてくると、未来は明るいよね。今ダメだと思ってたことが、必ず将来、いい方向に行くし、あなたが全てを諦める必要はない。もちろん、ちゃんとやるべきことはやるんだよ。だから、それだけは忘れないでね。だから、それをしちゃう人がいるから僕ね、他の先生に文句やったりすることがあるの。だからこそ、きちんとできる治療はするし、そういう治療が出てくるかもしれないからって望むのはいいんだけど、今の治療をおろそかにしちゃダメなのよ。今の治療をがっちりちゃんとやるし、で、自分でできることはちゃんとやるわけ。ね。血糖値が高くて糖尿病がひどくてなんていうのもちゃんとね、抑えるし、血圧が高くてとかもちゃんとやるし、運動全くしてなくてじゃなくて運動もするし、ね。目を使いすぎても毎日ずっと目使って、寝る寸前まで目使ってスマホ見て、そんなのダメなの分かってるでしょ。そういうこともちゃんとやるね。ちゃんとやるし、ね。で、じゃあ、その上で、未来に希望を持ったりだとか、あなたが普通はダメだと思われてたのが、
実はポンと良くなっちゃうとか。いや、あるのよ。あるんだな。なんでって思うんだけども、現実あるので、それを期待しながら、人生を過ごしていって、日々、生活をして、ちょっとでも治療していくっていうのは、ちょっと念頭に置いていただけるといいかなって思います。で、実際、じゃあどういう人が、そういう、ポンと良くなってくるとか、すごく悪くなってきたのが止まってくるっていうと、本当に、なんていうかな、最新の完璧なものを探して、ある先生のところに行って良くなりましたっていうタイプよりは、1個、2個ぐらいはセカンドオピニオンとして他の意見を聞いておくのは僕は悪くないと思う。いいと思う。なんだけど、1個2個聞いても同じような結論だった場合、これを10個聞いて良くなったって人はあんま見ないです。どちらかというと、複数の医者にかかりすぎてしまう人は逆に不安になってしまって、良くない傾向に陥る傾向がある。これをよくドクターショッピングって言ったりするのね。いろんな医者を転々としてメインの治療がちょっとおろそかになっちゃうってことは結構よくあるのよ。なので、ちょっとそれはお勧めできません。1個2個ね、意見を聞いて、で、視神経にこの特殊な注射をすれば治るみたいな。とか、なんとか特殊目薬で治るとか。そういうことを言い出す人って医者で一定いるのよ。ちゃんとしたのもあるのよ。ちゃんとしたのもあるんだけども、そういうのは普通、大学病院とか、なんていうかな、ちゃんとした研究機関で研究してるはずだから。本当にちゃんとしたものは。だって、そんな製薬会社ってお金出すし、本当に、そういう見込みがある薬だったら。そんな何億だって出すよ。なので、なってるので、ぜひぜひ、そういう風には、変な方向にはいかないで、その代わり、希望を捨てず、できることをやっていると、なんか良くなってきたね。いるんですよ。あとは、もうこの病気結構厳しくて、このまま、だんだん見えなくなるのを待つだけですよねって言ってたら、全く悪くならないなって、ある。これが人間の不思議なところですし。もちろん逆もあるんだよ。絶対いいはずなんだけどちょっと悪くなっちゃうって人もいるんで、人間って不思議だなっていうところを思いながら、ちょっとでも諦めず、あなたの目は大丈夫だから、一生見えると信じてできることをやる。っていうのはちょっと念頭に置いていただいて、少なくともここでね、動画で情報を得ていると、毎月ね、僕、最新の論文とか見てるから、そこからの情報は皆さんにアップしていくし、日本でこういう薬が使えるようになりましたって情報もアップしてるし、海外で使える情報になりましたっていうのもアップしてるので、ぜひそれを知って、未来の治療、そして現代の治療もできる限りやって、一生ね、過ごしていただければと思います。こんな感じでいろんな情報を日々アップしていきますんで、ぜひチャンネル登録、ベルマーク押してくださればと、あと高評価ボタンよろしくお願いします。